こんにちは。私は長年 3DCG の仕事をしているボロタン Z です。これから 3D を始めたいと思っている人や 3D を仕事にしたいと思っている人に向けて楽しく 3DCG を作るためのコツをいろいろと伝えていこうと思っています。最近はフリーのブレンダーでだいたい何でもできるようになってきました。もう 3DCG もだいぶ敷居が低くなりましたよね。しかしブレンダーはプロも使える本格的なソフトなので始めてみたけれど難しい画面に何をどうしたらいいのか分からず挫折する人も多かったと思います。長年仕事してきた私でも同じで毎朝憂鬱な日々もありました。そこで早く簡単に楽しく 3DCG を作るためにやってきたコツをみんなに共有していこうと思います。今では 3DCG を作ることがとても楽しい毎日です。結論から言ってしまうと早く大まかな形を作ってしまうことです。早く簡単に大まかな形にすることができればあとは作り込みに時間をかけれるので作業が楽しくなってきます。いかに早く簡単に大まかな形にするかが楽しくやるコツなんです。ブレンダーには長年の 3DCG 制作者たちの知恵が満載されていますのでその先人たちの知恵を知ってうまく使いこなせれば早く何だって作り出せるクリエイターになることができます。コツをつかんで何でも簡単に早く作れるようになってくると 3DCG が本当に楽しくなってきて作ることに夢中になってくると思います。今は素晴らしいソフトがフリーであり検索すればいくらでも知恵を学ぶことができる素晴らしい時代になってきました。 3DCG はまだまだ発展していき無限の可能性があると思いますので自分の想像を解き放てる人をどんどん増やしていきたいと思っています。さあ一緒に無限の想像の世界へ。ではブレンダーを開くとこんな画面になっていていろいろ機能があっていっぱい覚えることがありそうだなって感じで気が重いなと思うんですがひとまず何も考えずに真似してやってみるといいと思います。全部はプロでも覚えられないので真似しているうちに覚えてくると思います。自分のやりたいことだけ覚えていくで大丈夫だと思います。こうしたいなと思った時にネットで検索すると大体出てきます。 3DCG は何からやったらいいのか。絵を描く時でもまずはラフで絵を描いていきます。絵を描くことと同じように 3D もラフから作っていきます。 3D も絵と同じような工程で進めていくと分かりやすいと思います。絵を描くように素早く形を作れるようになれば 3D も楽しくなってきます。細かく作り込んでいく作業は絵や彫刻と同じです。ひょっとしたら絵で描くよりも 3DCG の方が早く効率的に進められるかもしれません。いろいろやり方はあると思いますが私流の楽しく早く簡単にモデリングするコツを教えたいと思います。これを参考に皆さんも自分流の楽しく 3D が作れる技を編み出していってください。ちなみに私ボロタン Z もブレンダーで短期間で作成されました。ブレンダーから VRM 形式で出力して VC フェイスで動かしています。 VTuber のモデルの作り方もいずれ動画にしたいと思っています。今回は私が描いた可愛いこのキャラクターを作りたいと思います。絵で描いた時に色も決めておくと良いと思います。ブレンダーを開いたらプリファレンスで自分のやりやすい環境に設定します。言語も日本語に設定することもできます。そしてキーマップでショートカットを設定することができます。私は業界互換がやりやすいので業界互換にしています。 3D ビューの画面の操作など一番行う作業で自分がやりやすいものを選ぶと良いと思います。まずキューブやカメラなどを削除します。そしてデザインした画像ファイルをビューにドラッグ&ドロップします。画像がエンプティで 3D ビューに配置されるのでこれを見ながら作業を進めていきます。そしてまずモデリングの作業の流れとしては1、メッシュを組み合わせて大きく形を作る。2、メッシュを統合してリメッシュする。3、スカルプトで大きく形を整える。4、ボックスでリメッシュをしてリトポロジーする。5、マルチレゾリューションで解像度を高くする。細かい造形を作り込んでいくです。最初に基本形のメッシュを組み合わせて作りたいものの形にしていきます。レイアウトのワークスペースで
3D ビューのメニューのアットからメッシュの UV スフィアを追加します。このメッシュの中にいろいろな形のメッシュがあるので、使いやすい形を選んで追加していきます。このキャラクターは丸っぽい形をしているので、丸でまずは形を作っていこうと思います。まずは頭を作っていきます。オブジェクトを選択して右クリックからスムースシェードを選択すると滑らかになります。スケールで頭は少し楕円形にして、耳を追加したいので頭の球体を複製オブジェクトのデュプリケートオブジェクトで複製して少し上に移動させてクリックします。スケールで小さくして耳になるようにします。耳を反対にもつけたいのでプロパティのモデファイヤーでミラーを設定します。中心となるオブジェクトを選択してあげると反対側に耳ができました。モデファイヤーなので調整したものも反映されます。次は体を作っていきます。体も頭を複製して下に配置してスケールで調整していきます。手足はミラーのモデファイヤーのついた耳を複製することで片側に配置するだけで反対側も作られます。大まかな形はこのぐらいにして、次は形にしたオブジェクトを統合します。ミラーのモデファイヤーがついたオブジェクト全部を選択してコンバートのメッシュをします。モデファイヤーが適用されてメッシュに変換されます。メッシュのオブジェクトをすべて選択してオブジェクトメニューのジョインで統合をしてオブジェクトを一つにします。オブジェクトの原点がずれてしまっていると思うので適用の全トランスフォームを押して位置と回転を0にスケールを1にしておきます。これをしないとスカルプトがおかしくなるので必ずしておきます。オブジェクトの名前をダブルクリックでつけておきましょう。では次にスカルプティングのワークスペースに移動しましょう。統合したオブジェクトをスカルプトするためにリメッシュを行います。 3D ビューの右上にあるリメッシュを押すとメニューが出てくるので下のボタンのリメッシュを押します。まずは大きい解像度でリメッシュをかけます。最初から細かくしすぎると形が整えにくくなるので最初は大きい状態が良いと思います。左右対称ボタンにチェックを入れると反対側にも同じようにスカルプトされるので入れておきます。大きく形を整えるにはグラブを使っていきます。形を整えるには黄色のアイコンのあたりのツールを使うと良いと思います。まずはシルエットを大きく整える感じでぐるぐると回しながら整えていきましょう。スカルプトをするときにタブレットで作業をすると絵を描くように直感的に操作することができるのでおすすめします。シフトキーを押すとスムースになるのでガタガタになっている部分はシフトキーで滑らかにします。ガタガタの表面を整えるときは赤いアイコンのあたりのツールを使うと良いと思います。あまりここで細かく作りすぎても次のリトポロジーするときに潰れてしまうので適当なところにしておきます。頭と肩がつながってしまっているのでダイナミックトポロジーにチェックを入れて青いアイコンのクリースツールで切り離します。口もクリースで穴を開けておこうと思います。ダイナミックトポロジーを使うとポリゴンが少なくても形を整えることができるので大きく形を作るときに有効です。ダイナミックトポロジーを入れたままスネークフックを使うとニョキッと引き出してくることができます。指は次のリトポロジーの時になくなってしまうかもしれないので適当なところにしておきます。体を大きく形を作ったら一旦ここでストップしてシーンをセーブしておきます。
別の質感にしたいものを別のオブジェクトにして作ります。ズボンと腹巻きや目、鼻、歯と眉毛を作ります。モデリングのワークスペースに移動します。裏面を表示する X レイをオンにしてポリゴン選択にして、体の粗いメッシュのズボンにしたいあたりのポリゴンを選択します。ポリゴンをデュプリケートで複製します。別のオブジェクトにしたいのでセパレートでメッシュを切り離します。新しくオブジェクトができるのでオブジェクトモードにして新しくできたオブジェクトを選択してエディットモードにします。そしてモデファイヤーのソリッド化をかけてオフセットを1にして厚みをつけることでズボンのメッシュができました。スカルプティングワークスペースに移動してスカルプトで形を整えます。他に服を作る場合も同じように作業をしていくと簡単に服も作っていくことができます。腹巻きは単純な形なので最初から綺麗なメッシュにしてリトポロジーがいらないようにしたいと思います。シリンダーを追加します。上下のポリゴンをなくしてソリッド化をして厚みをつけます。そして少しポリゴンを分割してスカルプティングワークスペースで形を整えます。目は新しく UV スフィアを追加してミラーのモデファイヤーを入れて位置を調整します。その目を複製して眉毛にします。鼻は1個でいいので目を複製してミラーモデファイヤーを削除して配置します。歯も球体を並べていきます。全体の形がわかるようになってきました。さて次にこのままメッシュを細かくしながら詳細なスカルプトを行っていっても良いのですが、本格的なリトポロジーが必要になってくるので標準の機能で行える簡易的なリトポロジーで工程を短縮したいと思います。体のオブジェクトを選択してプロパティのオブジェクトデータの中のリメッシュにあるスカルプトとは別のリメッシュでリトポロジーを行います。モードをクワッドにしてクワッドリーフローリメッシュを押します。ユーズメッシュシンメトリーにチェックをつけてまずはモードをレティオにして 0.5 ぐらいにしてリメッシュをかけます。ポリゴンの大きさを見ながらレティオの値を変更していきます。ポリゴン数で設定しても良いと思います。左右対称にきれいに四角形のポリゴンでリトポロジーできましたが、中心がところどころ穴が開くことがあるので開いていた場合は塞いでいきます。エディットモードにして中心のあたりの頂点を選択してスケールの X 軸を 0.001 でスケールして頂点をなるべくくっつけます。そしてメッシュのマージで
倍ディスタンスの距離でマージをかけてくっついている頂点をマージします。まだつながっていない場合はつなぎたい頂点を2つ選択してメッシュのマージでアットセンターで中心にマージをかけて頂点をつなぎます。時々四角形でつながらないところが出てきた場合は三角形になっても問題ないと思います。ナイフツールなどでなるべく綺麗なメッシュの並びに整えると良いと思います。これでリトポロジーができました。このメッシュにマルチレゾリューションモデファイヤーをかけてメッシュを細かくして詳細にスカルプトできるようにします。サブディバイドのボタンを押すと上のレベルが上がってメッシュが細かく分割されていきます。レベルをまずは2ぐらいに分割して本格的にスカルプトを行っていきながらレベルを上げたり調整していくと良いでしょう。指などはレベルを0に戻してフェイスを選択してエクストルードします。そうやって指のメッシュを作ってスカルプトで整えると良いと思います。ここからスカルプトで本格的に作り込んでいきましょう。
皆さんいかがでしたでしょうか。慣れてくればここまで1時間前後でできると思います。意外と簡単に複雑な形が作れましたよね。人間のキャラクターをモデリングするのもモンスターをモデリングするのもこのやり方で何でもできそうですよね。ここまでの作業を繰り返しやってみるのも良いですし、もう少し複雑な新しいキャラクターを作ってみるのも良いと思います。一日作業に集中すれば何かすごいものが作れそうですよね。キャラクターの形を作ることができたら、次はマテリアルやテクスチャーをつけて色を塗ったり質感を設定していきましょう。続きは次の動画で。